新人漫画家時代に付き合っていたその女性は1学年下の大学の後輩で、痩せた野良猫のような目つきは他人に心を開かない彼女の性格をよく表していた。テレビでタレントがバカ笑いしてるのを見てると本当に吐き気がする。いつも何かに対して漠然と苛立っていて、やめてください。私自分の笑いがお嫌いなんです。あまり笑うこともなく、首を絞められてる時だけが安心できる瞬間だから。時折わけのわからないことをつぶやいた。閉めて。僕の漫画を最初に褒めてくれたのは彼女だった。漫画読みましたよ。私結構好きです。でももう多分読みません。先輩のこと知りすぎてしまうのが怖いから。でも本当は私はそんな人間じゃなくて、多分あなたがそう思い描いているであろう私を演じてるだけなんだよ。そんな風に自分を演じるのがどれだけ虚しいか、あなたにわかる？私はもう疲れました。深澤君はいつも漫画漫画ってその話しかしないから。理想を追い求める姿勢は尊敬してるけど、私はずっと一人だった。もっと普通の恋人みたいに気楽に笑っていたい時もあったよ。あなたは私を好きだって言ってくれるけど、本当は私のことなんて何にも分かってない。でも深澤君、私には分かるよ。あなたがどんな人なのか。じゃあね。それきり一度も会っていないし、どこで何をしているのかも知らない。その後僕は連載が忙しくなり、仕事で知り合った女性編集者と結婚した。もう10年以上前のことなんだな。
ん。おかえり。珍しいねこんな時間に。すぐ仕事場戻るけど、連載終わったばっかりなんだし少しくらい休めばいいのに。スタッフに仕事作んないといけないから。スタッフに仕事作んないといけないから。牧浦先生のとこはね、連載が終わるごとにスタッフみんな解散させるって言ってたよ。仕事の仕方それぞれだから。え？聞こえないのよね。あ、ねえそれ読んだ？すっごい良かったよ。そうなんだ。牧浦先生も大絶賛。へえ。私今度その作家と会うことになってて、まだ20代なんだって。これからまだまだ売れるんじゃないかな。薫君も好きそうな話だし、次の連載の参考になるんじゃない？ジュにご飯あげた。あ、ごめんあげて。今日私牧浦先生と深夜まで打ち合わせだから。よかった。あ、はい、お疲れ様です。あ、ちょうど今出るところです。じゃあ、はい。3時には全然間に合うと思います。はい、お願いします。はい、失礼します。おいしい。いい匂い。深沢先生、深沢先生、深沢先生。今日から私たち何書けばいいんですか？とりあえずなんか適当に使えそうな背景書いといて。了解しました。今日7時から新宿で打ち上げですね。さよさん。作品に対する深沢先生の熱意は担当編集者として大変刺激になりました。改めて深沢先生、8年間の長期連載お疲れ様でした。お疲れ様。では先生の方からも一言。はい。本日はお集まりいただきありがとうございました。8年ですか。そんなに長い期間一つの作品に向き合ったのは初めてなので、今はただそうして過ぎ去った年月に呆然としてます。とはいえ振り返ってもあれなんで、はい。もしもし。ひたすら先を見て、この後社に戻んないといけないんだよ。これからもずっともっと面白い、大変ね。読者に面白いと思ってもらえる作品をずっと書いていきたいと思います。ありがとうございました。お腹いっぱい。アシスタント冥利につきます。よかったですね。編集さんたくさん集まってくれたし。打ち上げなんてただの慣例でしょ。誰も俺の話なんて聞いてなかったじゃない。そんなことないですよ。
出版社からしたらもう終わった作家なんだろうな。でも深澤さんでさよさん良かったし、フォロワー多いし、そんなことなくないです？最終巻の発行部数どれだけ減らされたか知ってる？ SNS なんて何の当てにもならないただの遊びじゃない。へえ、そうです。営業の連中は作品の内容なんて関係なし、金払いのいいやつを相手にしてるだけ。俺の読者は若いし飽きも早い。たとえ一部の信者化したファンが残ったとしても、昔売れたことを鼻にかけた老害作家になるのが関の山だろうね。ここら辺ずっと工事してますよね。富田ちゃん、俺の話聞いてる？めっちゃ聞いてますよ。そういえばこの間の新人賞どうだった？私最終選考まで残ったんですよ。あとコミケで名刺交換して編集さんからもいろいろ企画振られてて、ようやく富田ちゃんにも追い風吹き始めたんだろうね。実力あるんだから頑張んなよ。ありがとうございます。来年こそ頑張ります。いけないって。だからいけないって。おっぱいはどうします？おっぱいはお任せします。おっぱいはお任せですね。他もなんかいい感じでお願いします。はい、検索しますね。はい。この部屋めっちゃかわいい。かわいい。改めましてこんばんは、ユンボです。じゃーん JK だお。もっとリラックスすればいいのに緊張しなくていいんだぞい。こういうの学生の時以来だから。ずっと仕事詰めでそんな余裕なかったし。何のお仕事？待って、当てるから。漫画家。プロの漫画家さんなの？私の友達も一人漫画家目指してる子いるよ。君歌ってよな、君歌。いや、読んでない。読みなよ。友達がめっちゃ泣けるって言ってたよ。そうなんだ。私も好きな少女漫画は発売日に必ず買うんだ。漫画家なんてつまんないよ。なんで？なんでよ。変なの。漫画家さんなのに漫画嫌いなの？嫌いだよ。でもちょっとわかるな。好きすぎて嫌いになっちゃうってことあるよね。私もビジュアル系
追っかけてた時そうだったもん。そういうことなのかな。お兄さんきっと疲れちゃったんだね。わかるよ、私も辛い時期あったもん。すっごいのやってあげるから嫌なこと全部忘れちゃえ。あー、めっさ立ってきたよ。うん。どうした？あありがとう。君は優しいな。あ、どうしたどうした？泣かないで。いい子ちゃん、いい子ちゃん。いい子いい子。先生、ん？今日は何書けばいいですか？なんか適当に使えそうな背景書いといて。了解しました。しました。ちょっと洗濯行ってくるわ。了解しました。しました。もしもし。はい。化粧品の広告漫画。はい。あ、そんなにもらえるんですか。あ、でもやっぱりやめときます。はい。今は次回作に集中したいんで。はい。たかが漫画家のくせに何を偉そうにとは思うよ。え？なんか言った？いや、しかしいい結婚式だったな。な。いい結婚式だったよ。カカ、二次会は顔出す？いや、俺は。でもさ、野沢の歌には笑ったな。あれ笑ったな。新婦の家族みんな弾いてたな。船頭はよ、船頭はよ、船頭は平野が突よっ込まなかったらずーっと歌ってるつもりだったぞ。船頭はよ。いやもういいって。ずっと船頭はよって言ってんだな。あ、山氏ビール。はい。あ、そういやさ、ムトゥの嫁さん妊娠5ヶ月だってよ。無痛に子供ね。これで大学の時のゼミの連中は全員世帯持ちか。すいません。ウーロン茶一つお願いします。はウーロン茶一丁。
平野お前どこ行ってたんだよ。タバコだよタバコ。先導がよい先導がよい。タバコやめたんじゃなかったっけ？子供がでかくなったから解禁したんだ。さっきも言ったぞ。そうだっけ？俺はきっぱりやめたぞ。そっか。山吉のとこ2人だっけ？そうだよ。3歳の息子と1歳の娘。深澤のとこは子供作らんの？ああ、もう連載終わったんなら多少はさ上手できたんだろ？こっちにできても向こうがな。あ？こっちにできても向こうが今じゃ俺より忙しそうだし。町田ちゃん、のぞみさんももういい年だし、子供作るんだったら結構ギリギリかもよ。どうなんだろうな。え？お互いずっと仕事優先で子供の話なんか一度も出たことないし。じゃあお前なんで結婚したんだよ。だよ。いや、なんとなくそういう雰囲気だったっていうか。まあもういいじゃねえかよ。よそんちにはよそんちの考えがさ。俺もタバコ。いえ。ああ。今日深澤が来たのはちょっと意外だったな。まあ多少は人付き合いが覚えたんじゃないの？あいつは学生の時から何も変わってねえよ。いつも漫画でさ、他のことはどうでもいいってスタンスだったろ。あ、子供の話？でもまあ実際それで深澤売れたしな。面白いのあいつの漫画。誰も読んでねえのかよ。誰もよ読んでねえのかよい。そっちは今から。そうそう牧浦先生漫画賞取ったんだよ。だからね週末その受賞パー俺は今の予定を聞いたんだけど。ティー。だから今からそのスピーチの原稿を考えるのよ。もちろん先生も一緒によ。そこまでしてやんなきゃいけないの？え？それいいように使われてるだけじゃん。いやでも私別に嫌じゃないし。そんなんだから作家がつけ上がるんだよ。ごめん分かった。でも今までずっとこのやり方でやってきたし、牧浦先生大切な作家さん。それさ、いつまで続くの？香織君どうしたの？その大切な作家さんとの時間抜いたら残りは？残りって？俺には何分避けるの？ねえ。昨日この「君歌」の作家に会ってきたんだけど。読んだ。薄っぺらでくだらない漫画だった。こんなのが売れてることに危機感持てよ。作り手が読者バカにしだしたらもう終わりだろ。この作家さん薫君にすごく影響を受けてるんだって言おうと思ったんだけどな。じゃあ俺の漫画もくだらないんだろうな。もううんざりだよ。何が面白いとか何が売れてるとかそんなもんに一喜一憂する生活、もううんざりなの。分かったごめん。話があるならちゃんと聞くから。遅れるって牧浦先生に連絡していい？君といると俺はもう敗北感しか感じないし、そこまでしてこの生活続ける気力はもうない。だからもう別れよう。はい牧浦。もうやってらんねえよこんなの。もしもし町田？どうした？
もしもし。はい、徳丸さん、アイデアはいろいろ浮かんでるんですけど、はい、なかなかまとまんなくてすいません。春までにとか言っておきながら、はい、そうですね、はい、もう少し目処が立ったらこちらからも連絡します。はい。この瞬間がドキドキだね。よし。無理、絶対無理。でもあんたね、我慢したんだよ。やばくない？あかんやばい。本当に無理。ドキドキが止まらないね。あ。本当に申し訳ない。次の連載が決まるまで、それがいつになるかまだわからないんだけど、夏までには必ず。それまで一度この事務所を解散させてください。まあ俺は構わないですけど、掛け持ち先の別の先生のところでシフトは増やしてもらえるし。私は困ります。私連載決まった友達から誘われてたのに、それ断ってここに残ったって話しましたよね。来月分の給料を払わせてもらうし、その友達にも俺の方から説明いやもう無理ですよ。そんな売れたからって何でも融通聞くとか思わないでください。本当に申し訳ない。はあ、いや謝られても困るんですよ。仕事なめてんじゃないですか。何ですか。何か言いたいですか。何。いやいたんだ。おかえり。
洗濯物取り込んでた。そう。書いてないよ。どうして？私は別れたくない。薫君が疲れたっていうならしばらく休めばいいと思うし、そのことで誰も文句言わないと思う。できたら私は書き続けてほしいけど。え？何の話？いや、この間の続きよ。全然別の話じゃん。いや、別じゃないよ。自分の都合のいいようにすり替えてるのは薫君の方でしょ。仕事に漫画に嫌気がさしたからってどうして私と別れなきゃいけないの？どういう解釈だよ。間違ってる？私にはそう取れたけど。薫君、ちょっと待って。薫君、薫君、ねえ薫君、待ってよ。自分の漫画が売れなくなったからって私に当てられても困る。あんたの漫画は小賢しさが鼻につくんだよ。うちはコンビニで弁当買うついでに漫画買う客が相手なんだからさ、暴力、エロ、感動、読者が求めるのはこの3つ。簡単に言っちゃえばね、高尚なもんをやりたいんなら同人でやってくださいよ。じゃあこの原稿どんな感じで直したら？そう言ってアドバイスこう時点であなた才能ない。ゆんぼちゃんは本日は肉返金で、でも他にもぽっちゃり系で爆乳の子でしたら。いや、別に胸は小さくてもいいんで、できたら細い子で。はい。どうぞ。失礼します。お店に連絡入れますね。はい、入りました。
ですか？え？仕事帰りですか？そう。いや、違うかな。どっち？いや、ちょっと君の目が猫みたいだから。そう、たまに言われる。あとその髪型いいね。これすごい評判悪いのよね。漫画読んでたんですか？あ、うん。あれ、この間お店の子にすごい勧められました。すごい泣けるんですよね。漫画好きなんですか？いや、俺は仕事で読む必要があって。へえ。君は漫画好き？ごめんなさい。どちらかというと嫌いかも。いや、全然。俺も嫌いだよ。あの漫画もただの時間の無駄だった。時間を潰すにももっとやるべきことがあっただろうに。そう。大変なのね、お仕事。少し一緒に歩ける？あの通りまでなら。それでいいよ。今日はもう家に帰るの？いや、仕事場に。そう。でも無理しないでね。あなたすごく元気ないもの。そうだね。ありがとう。そういえばセーラー服着るの忘れてたね。じゃあ今度はちゃんと指名して来てもらうよ。私案外似合わないのよ。それは残念だな。ここまで。じゃあね。名前は？千冬。千冬。確かに。え？何が？何が？あ、かりん先生すごいっすよね。すごいですよね。しかし8年間も連載を続けられたのは深澤先生の根底にある漫画愛だと思うんですよね。どうですか？どうですか？書き出した頃は読者に伝わらないんじゃないかなって不安になってかなり説明台詞書いてたんですけど、だんだんそれもバカらしくなって説明台詞を排除するようになりましたね。僕の書く漫画は決して万人に受け入れてもらえるように書いてはいないんで。いやしかしさよさん弊社のランキングで31位に入ってます。すごいですよね。
31どうですか？どうですか？所詮31以下ってことですね。さよさん、最終巻のはい徳丸です意外な展開がすいません最終巻の意外な展開 SNS 上でも話題になってました、で中でもリンですよね。リンの選択あれは誰にも読めなかったと。レンのことですか？レンだよ。レンすいません。レンがの望月を選ぶっていう。剣持ち。望月じゃなくて剣持ち。なるほど。すいません。レンが望月を。リンだよ。レンです。レンでした。先生はそのデビュー当時から若者の悩み葛藤そのシャレオツに描くっていうことで圧倒的な熱狂的なファンを獲得してきたわけですよね。その批判が著者の耳に直接入る機会もこのご時世にそれでも書き続けられるっていうその溢れる漫画愛、その漫画愛、その根底源は一体どこから来てるのか。漫画家だからって漫画を愛してる前提で話すのやめてもらえませんか？そうですね。すいません、なんかちゃんと話せなくて。いやいやいつも通り聞き応えある話でした。あの人たち僕のことバカにしてましたよね。いやいやいや、ライターって人、ネットレビュー斜め読みしただけみたいな質問だったし。いやそうっすか。あの程度のライターよこすなんてそう言ってきますよ。いや、それは所詮30位ってことなんでしょうから。徳丸さん、この後打ち合わせとかできますか？ごめんなさい、今この後もう別の作家さんと打ち合わせあって。それ何時ぐらいに終わります？申し訳ないんですけど、なんか今すごいもうバタバタしちゃってて、落ち着いたらすぐ連絡しますので。いや、今後は申し訳ないんですけど、僕の都合のいい日に編集部まで来ていただけると本当申し訳ないんですけど。そうですか。じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。お母さんです。何度電話しても出ないから忙しいんだと思います。元気ですか？お父さんね、一昨日階段から落ちちゃって大したことなかったんだけど、ますます怒りんぼになっちゃったよ。のぞみさんは元気？また3人で会えたらって思ってるよ。はい、これちゃんと入ってるのかしら。どこか押すんだっけ？
何してるの？映画を見るときはこうやって字幕を隠すの。英語の勉強？そう。英米文学部だもんね。俺英語全くできないから大したもんだよ。でも重要そうな場面は普通に字幕見るよ。翻訳する人のセンスが重要ね。あなたの仕事ってお休みはあるの？旅行とかするのかなって。旅行はしないかな。私ゴールデンウィークに友達とポルトガルに行ってくる。ポルトガル？そう、リスボン。あなたを。そっか。あなたのお仕事の話は聞かない方がいいわね。どうして？明かしたくないんでしょ？いや、ね宇宙飛行士。やめてよ。冗談ならもっと面白くして。はい、徳丸です。ただいま電話に出られません。発信音の後にあなたのメッセージをお願いいたします。あ、お疲れ様です。深澤です。売れる漫画についていろいろ考えたんですけど、ネットの言いなりみたいな作品作り続けてたらそのうち業界全体が落ちぶれますよ。徳丸さん、作り手側の人間が表現の先細りに加担して本当にいいんですか？やっぱり私全然納得がいかないんで。そう。急に辞めてもらったのは悪いと思ってる。でも余分なスタッフ代君も受け取ってるし、もうこれ以上この話しないでよ。いや、じゃあお金は返しますよ。金の話はどうでもいいんですよ。5年間ずっと不快でした。トイレの音が丸聞こえだったことも、一日中タバコの煙がこもってたこともものすごく不快でした。いや、そう思ったんだったらその時に言ってよ。立場上私が言えたと思いますか？いや、まあそりゃそうなんだろうけどさ。深澤さん、ハラスメント行為をしていたことを認めてください。あのさ、富田ちゃん。深澤さん、ハラスメントを認めてください。認めねえよ。私はそういう身勝手な態度が納得いかないんですよ、深澤さん。俺忙しいからそろそろ帰ってよ。まあそういう感じなんでしょうね。
弁護士の知り合いがいるので、この件は今後その方に一任します。あ、そう。好きにしたら。あ、あなたが来るならお土産持ってくればよかった。ポルトガルだっけ？リスボン。疲れたけど景色はどこも美しかった。へえ。でも外国人でも楽しい人は楽しかったし、つまらない人はつまらなかった。私ポルトガル語頑張ったのよ。アシュパラーブシヌンカサンエクシプラームシ。なんて言ったの？言葉っていつも期待外れね。知らない方がいいってこともあるのかな。そういうことかもね。言っていいよ。あなたはゴールデンウィーク何してたの？え？うん。まあ適当に楽しくブラブラと。そう、いいわね、気ままで。つまらないのよ。私の周りのみんなはただ流行りを追いかけてるばかりで。俺の周りもみんなそうだよ。もっとそれぞれ自分の感性があるはずなのに、もっと好きなように自由に生きられたらいいのにね。そうだね。でも君は自由そうに見えるよ。そんなことないよ。私だっていつも不自由。勝手に自分で自分を縛り付けてる。でも縛られているから私は私。あなたはあなたなのよね。どういう意味？別に大した意味はないよ。口が退屈だから適当に喋ってるだけ。意味はあなたが勝手に決めて。字幕のない映画と一緒。勝手に想像してくれた方があなたにとってきっと面白いものになるわ。君は何者なの？ん？何？いや、あなただって大概つかみどころないわよ。私がわかるのはあなたが宇宙飛行士じゃないってことだけ。また会える？うん。でも君結構予約取りづらいんだよ。そう？じゃあ頑張って。
あなた名前は？君が決めたらいいよ。そうね。あなたはあなた。結局町田さんの方が出ていくのか？勤め先の近くに部屋借りるって。俺も近々仕事場引き払う。まあいいんじゃねえの。しばらくお互い頭冷やせば。おーい。俺にとって別居は離婚の前準備のつもりなんだけどな。やり直そうにも溝ができてから時間が経ちすぎた。だったら同じ時間かけて修復すればいい。でもじゃあ例えば10年後やっぱり関係は戻らなくていよいよ離婚だってなった時、俺も町田も50過ぎで、もし今後町田が子供を望むんだったら年齢的にも離婚は急いだ方がいいでしょ。再婚相手との子供ってことか？20代の頃は2人とも仕事に夢中で想像力が足りなかったんだよ。子供を持たずに年取るってことに。別に俺だってそんなこと想像して子供作ったわけじゃないよ。それに俺も漫画を描くことを一生死ぬまで向き合える仕事だって思い込んでたし。今は違うのか？おーい、行く行く。お前少し頑張りすぎだよ。次は他のやつらも誘って集まろうぜ。離婚届の承認なんてケチな用事じゃなくてさ。それとな、あんまり離婚の理由を嫁さんの方にばっかり背負わせんなよ。結局お前はお前のしたいようにしてるだけ。昔からお前そういうやつだろ。
野木美香のあなたと共に、本日は今話題の大人気コミックすすめ女の漫画道の作家牧浦かりん先生をゲストに迎えお話を伺ってます。よろしくお願いします。牧浦先生、ズバリ牧浦先生が漫画を描かれる上で一番大切にしてらっしゃることって何ですか？ライブ感ですね。とにかくブーッと考えてガーッと描くっていうのが私の漫画の命ですから、勢いが。さすが牧浦先生。さて今回はそんな牧浦先生の素顔を知る担当編集者の町田のぞみさんにもお話を伺いたいと思います。すみません、お客様。ちぐちゃんは本日予約でいっぱいでして。そうですか。深澤さんですよね。いつもちぐちゃんをご指名ありがとうございます。はいはい。実はですね、彼女今月いっぱいで辞めることになってまして。えええ珍しい。いつもは90分なのに今日は120分なのね。今日は予約取るの必死だった。そう。あなた仕事は？今は暇な時期だから。そう。今日はお風呂ためる？いや。赤ちゃんみたい。どうしたの？あなた今日少し変よ。お店の人に聞いた。今月で辞めるって。あ、うん。ちょっと実家に帰るの。どうしたの？おばあちゃんが病気で倒れちゃって、家族で面倒見れる暇な人私しかいないから。そうなんだ。夏休みの間だけだけどね。そっか。でも私地元あまり好きじゃないのよね。会いたい友達もいないし。なーに？俺もついてっていいかな？え？途中まででも。なんでよ。すごい田舎よ。一緒に行きたい。君さえよければ。オッケー。いいよ。じゃあ LINE の ID 教えて。QR コードでもいいよ。QR コード。貸して、おじいちゃん。これ？なんかイメージと名前が違う。気にしないで。
待たせ。いや本当に来たと思って。私もなんかいつもと感じが。いつもは店が用意した服だから変。いや全然そういう意味じゃなくて。行こう、電車に遅れちゃう。びっくりした。お待たせ。お父さんの車借りられた。へえかっこいいね。思ってたより田舎で驚いた。俺の地元もこんなもんだよ。あなたも田舎者なんだ。乗って。知ってる？この曲。私が高校の時よく聴いてたんだ。知らない。おばあちゃんの具合は？大丈夫。入院先が決まったみたい。ならよかった。でも仕送りは少し減らされるかな。困るのよね。私の部屋の家賃高いから。いくらなの？15万。それは高いな。ルームシェアしてた子がいなくなっちゃったのよ。だから早く引っ越さなきゃとは思ってるんだけど。もしかして引っ越し資金貯めるために今の仕事？最初はね。でもなんかうやむやになっちゃった。やめられない？学生の間は続けるんじゃないかな。そっか。旅行も買い物も自由にできるし、そういう金銭感覚にもう体が慣れちゃったから。あ、この店潰れたんだ。ここって前はリサイクルショップだったのよ。へえ。私ずっと友達少なかったんだけど、唯一仲の良かった幼なじみがいて、夏子っていうちょっとヤンキーっぽい子で、その夏子がいつも漫画を貸してくれてたのね。ここで買った漫画？そう。目当ての漫画が100円になるまで毎日毎日自転車30分も漕いで毎日通うのよ。へえ。
私も漫画に興味ないなりに彼女のこと知ろうと頑張ってたのよ。でもその子が勧める漫画はいつもただ流行ってるだけのつまらない漫画ばかりだった。高2の夏休みだったかな。夏子いつも陸上の部活でヘトヘトだったのよね。帰り道いつものようにあの店に向かう途中でトラックにはねられちゃって。死んだの？勝手に殺さないで。かすり傷。むしろ自転車が新品になって帰ってきたって喜んでた。次の日からまたいつも通りあの店に通ってた。まるで何事もなかったかのように。すごいな。すごいのよ。なんだか怖いくらい。その鈍感さに戦慄するっていうのかな。私は嫌よ。たかが100円の漫画のために一生を棒に振るなんて。それは大げさだよ。そうかな。だってそれはこの町の生活を受け入れたってことでしょ。死にかけたのにそれでもなおやめないっていうことは。100円の漫画、一歩外に出ればもっと価値のあるもので溢れてるのに、彼女はきっと一生気づかないのよ。君は東京で何かやりたいことがあるの？内緒。え？秘密。いつだったか自由について話したろ。いつだっけ？自由でいるのにも才能が必要なんだと思う。あなたにはその才能が？俺も自由を手に入れたくて10年以上身を削って、そうして手にした自由はほんのわずかだ。俺は少しだけ君のことが心配だな。だから引っ越し先を探してるんなら俺の家に来ればいい。部屋なら空いてるよ。変な人。あなたって勝手な人ね。私にばかり喋らせて。私はあなたを自由気ままな人だと思ってるけど、本当のところは何もわからない。あなた本当は一体どんな人なの？宇宙飛行士以外の何か。君がいつも何かされた顔をするから。僕が何もしないうちに君に何かされた顔をされるから、僕は君に意地悪をしてしまうんだ。最後の巻で夏目くんが蓮に言ったセリフ合ってる？合ってる。
よかった。俺いつ君に。ごめんね。あなたの LINE の登録名検索したらいっぱい出てきちゃった。ファンはさよさんって略すのね。これも何かのネタになりそう？深澤先生。そうだね。ずいぶん間抜けな主人公だけど。そうならよかった。台無しだよ。
君はこれからどうするの？おばあちゃん入院させたら東京帰る。そっか。あ、そうだ、サインもらっていい？俺のサインなんて何の価値もないよ。いいじゃない。あなたってすごい人なのね。すごくないよ、漫画家なんて。そろそろ行かなきゃ。じゃあまたね。また。薫くん、さよさん大切にするね。仲いい？大丈夫。何やってんだよ俺。夏の終わりに妻と別居し、僕は仕事場を引き払い自宅へ戻った。1年近く経った今も仕事は手つかずのままだ。一人になって一番答えたのは、好きな時に地位に会えないことだった。時折千冬のことを思い出した。しかしあれ以来自分から連絡する気にはなれず、向こうから連絡が来ることもなかった。深澤先生、すみません、ちょっと徳丸の方がですねバタバタしておりまして、こちらも捕まらないんですよね。そうですか。すみません。
深澤君。ご無沙汰、元気？今更だけど読んだよ、さよさん。すっごい面白かった。深澤君にしか書けない世界だよね。どうも。あなたやっぱ才能あるわ。もったいないもったいない。のぞみちゃんから聞いてるよ、遊んでばっかで全然書いてないって。町田ちゃん心配してたぞ。才能からしちゃダメよ。木浦先生、草刈先生お見えになりました。早っ。じゃあまたね、深澤君。頑張んなさいよ。年の瀬が近づいてふと強烈に寂しい日があり、千冬を一度だけ食事に誘った。既読はついたがついに返事はなかった。会おうと思えば店で会えるのだろうが、それは尺だった。千冬の目はやはり猫のようだ。でもそれは野良猫のそれではなく、人に愛玩されることを知った飼い猫の目なのかもしれない。はい、徳丸です。ただいま電話に出られません。発信音の後にあなたのメッセージをお願いいたします。ご無沙汰してます、徳丸さん。深澤です。長い間連絡できなくてすみません。新作の件ですけど、正直何もできていません。ヒット作を書かなきゃいけないというプレッシャーは精神的にかなりきつくて、一度自由に書いてもいいですか？もちろんボスならそれで結構です。新人の頃のように出来上がった原稿を読んでもらって、僕に本当に才能があるのか確かめてくれませんか？あの時千冬に言ってやればよかった。自由は手段であって目的であってはならないのだと。あ、
うんよくできてる。すごいよ富田ちゃん。企画もプロットも担当さんが作ったものですから。でも漫画として書き上げたのは富田ちゃんの力だから、自信持って頑張んなよ。絶対いい経験になるから。はい、そうですね。あ、ごめん、なんか飲む。深澤さん。辞めた後いろいろ難癖つけたり訴えるみたいなこと言ってしまってすいませんでした。それはもういいよ。俺にも非があったわけだし。だからもう私のことは金輪際忘れてください。え？お願いなので圧力をかけたり足を引っ張ったりしないでください。私もう本当に後がないんでこの一作にかけてるんで、どうか編集部に悪い噂とか流されたら困るんです。どうかお願いします。するわけないじゃん、そんなこと。本当ですか？ならよかった。深澤さんはいつも漫画業界なんて終わってるってバカにしてたし、売れてる漫画を絶対認めようとしないから私すごく心配で。だってもし私が売れた時に嫉妬されたら迷惑じゃないですか。深澤さん、漫画をなめないでくださいね。素晴らしい漫画だってたくさんあるんです。深澤さんと違って私は漫画を愛してるんで。帰れよ。軽々しく漫画愛とか口にすんな。お前みたいなやつがな、漫画語れば語るほど俺の中で漫画の価値が下がるんだよ。口動かす前に手動かせよ。帰れよ。帰れよ。ほら。帰れよ。やだ。やっぱり全然通じないわこの人。帰れよ。帰れよ。離して。俺が嫌いなのはな、漫画じゃなくて漫画家だよ。違うわ。こいつもこいつもどうしてそんな身勝手なんだよ。たかが漫画家のくせに。身勝手なのは深澤さんだって同じじゃないですか。仕事すんなよ。俺なんか痛いんだったら俺より売れてから行けよ。深澤さん、売れるのがそんなに偉いんですか？深澤さん、あなたが一番落ちぶれてますよ。何やってんだよ。早く帰れ。ごめん、深澤君どうしたの？いや別に。そっちこそ何？いや私の分の郵便物取りに来ただけ。すぐに帰るね。お母さんから来てるよ。最近連絡取ってる？いや。そう。じゃあそろそろ行くね。離婚届書いてくれた？ごめん、まだ
単行本の交流重なってて。名前書くだけでそんな。これ以上問題先送りにすんのやめてくんないかな。私は別れたくない。そういうだけでさ、君から何か関係を修復しようとはしないよね。離婚も別居も俺に言われるがままで。君に意思はないのかよ。じゃあ私にどうしろっていうの？だからそれを自分で考えろって言ってんだろ。仕事が忙しいってのも嘘だろ。私にだっていろいろあるんだよ。地位は元気？元気ではない。どうしたの？来週入院して手術する。なんで？なんで？鼻に扁平状皮がんっていうがんができて。治るんだよね。治るんだよね。ねえ。そういうことはせめて相談してくれよ。いや、私は薫君の仕事の邪魔にならないようにって気を使ったつもりなんだけど。仕事なんかずっとしてないよ。やる気も完全に失せたって前に言ったよね、俺。いつ？いつって。いつ？いや聞いてないよ。さしてほしかったならごめん、でもはっきり言ってくれなきゃわからないよ。仕事に不満感じてるんだったら愚痴でも何でももっとはっきり言ってくれればよかったじゃない。言わせないように仕事が忙しいって予防線張ってたの君の方だろうが。あなたがそう勝手に取ってるだけでしょ。私は薫君の漫画を誰よりも理解してるつもりだし、ずっと応援してるつもりだったんだけど。応援されたってね。応援されたって君が誰か他の担当編集してる限りね、俺にとって君は他人より遠くにいるんだよ。君にとって俺は夫なの？それとも漫画家なの？ごめん、今日中に戻ってくるから。今大事な話してんでしょ。待ち合わせがあるの。また牧浦さん。そう。ちょっと待ってよ。たかが打ち合わせでしょ。時間に厳しい人なの。いや、それぐらい融通つくでしょ。分かってよ、もう大事な作家さんなの。俺だって作家だよ。そんなに作家がいないんだったらさ、一度ぐらい俺のために何かしてみろよ。しょうがないじゃないよ。だって牧浦先生あなたより売れてるの。ちょっと置いて。どいてよ。もうどいてよ。薫君やめて。やめて。薫君やめて。薫君やめて。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 すぐ終わるから。やいらねえ。入らねえよ。
あ、いえ、私の方は全然。はい、じゃあまた予定確認してこちらからご連絡差し上げます。はい、お大事になさってください。はい、では失礼いたします。はい。お子さん熱出したからって今日キャンセルだって。いいよ、セックスで気が済むならしよう。ちゃんとしてくれれば寝れると思うから。私、薫君の漫画が売れなくなって少し嬉しかった。やっと自分だけのものになるって。私は自分の担当作が売れても薫君に褒めてもらえないし、薫君が売れていくのを横目で見ててずっと悔しかった。そう。薫君は昔はもっと優しかった。君がそうさせたんじゃないの？私は私でずっと頑張ってたからね。無意味だったね。何が？全部どれも無意味だった。ひどいよ薫君。いいんだよ、俺は漫画家なんだから。読者には俺がどんな人間か知りようもない。そんなことない。ようやく分かった。つまり売れればいいんだろ違うよ。ね、違うよ薫君。半年後、地位はがんが全身に転移し他界した。その翌月、協議離婚が成立した。漫画読みましたよ。私結構好きです。でももう多分読みません。先輩のこと知りすぎてしまうのが怖いから。
はい、もしもし、深澤です。ネームですか？予定通り進んでますよ。それより新しいスタッフ探してくれてますか？この間紹介された子全然使えないんで。いや、今週中にお願いしますよ。徳丸さん、あなた編集者ですよね。編集なら編集の立場自覚して仕事してくださいよ。何年やってんですか？はい。こんばんは、マリメッコです。すみません、私みたいなブスが来ちゃって。お手柔らかにお願いします。お仕事何をされてるんですか？漫画家だよ。漫画家さんなんですか？すごい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 尊敬です。深澤君は私が誰だか知っていますか？君は君だろそれはあなたから見た私。でも私が本当は何者なのか先輩は知っていますか？君の言ってることはよくわからないよ。でも私にはわかるよ。あなたがどんな人なのか。深澤君、あなたはこの後いくつか取材を受けることになった。夜サイン会だから仕上げ12ページ必ずやって。多分じゃなくて必ずやって。お前仕事なんだと思ってんの？やれよ。お知り合いですか？いや。深澤先生、本日長丁場ですけどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、先生それどうしたんですか？さっき下の売り場で見かけて、昔うちにいた子なんで。富田先生元スタッフさんなんですか？その本結構話題になってますよ。へえ、こんなんが売れてんですか？いいね。いや、先生の本も全然売れてますから。最新作本当に素晴らしかったです。ネットでも泣けるって話題になってますよ。よかった。バカでも泣けるように書きましたから。さすがですね。今の読者にはこの程度こびた漫画がちょうどいいんでしょうね。娯楽なんて騙したもん勝ちで、売れりゃそれが正義ですから。あなたは才能がある人です。
私はとても尊敬しています。でもそれと同じぐらい私はあなたが怖いです。あなたは漫画に対していつも真剣で、それが正しいことだと思ってる。自分に夢中で他人の気持ちを考える余裕なんてないんでしょうね。だからあなたはいつだってそう。周りの人間をないがしろにしてしまう。深澤君、あなたが漫画を描き続ける限り、あなたが漫画家の夢を諦めない限り、あなたは誰かを傷つける。死ぬまで一人ぼっち。はい。あ、深澤先生、準備できました。るいちゃん、めちゃくちゃ推しです。連載頑張ってください。ありがとう。星ポラ本当に大好きです。ありがとう。だってあなたはこの世の中で漫画家が一番偉いと思ってるから。それでもあなたは前に進んでしまうんでしょうね。ありがとう。私以前先生からリプライもらって。あかりちゃん。あかりです。私10代の頃から深澤先生の大ファンで、さゆさんには何度も救われてきました。だからさゆさんが終わった時本当に悲しくて、もう生きていけないかもって思って。でも星ポラを読んだら胸がいっぱいになって、先生の優しさと誠実さがすごい伝わってきたから。深澤先生は私に漫画の素晴らしさを教えてくれました。こんな素敵な作品がこれからも読めるなら、私もう少しだけ頑張って生きてみようって思えて。だから今日はどうしてもお礼を言いたかったんです。星ポラ本当に感動しました。先生は私の神様です。これからもずっとずっと素敵な作品を描き続けてくださいね。君は何も分かってない。私にはわかるよ。あなたがどんな人なのか。深澤君、あなたは化け物なんです。だから僕は今でも猫顔の女性に会うと緊張してしまうんだ。
ね